こんにちは、のぶたです。今回は嫌われる勇気、幸せになる勇気2冊全体を体系的に解説する動画です。すでに読まれた方にもまだ読まれていない方にもためになる内容なので、ぜひ最後までご視聴いただけると嬉しいです。この本は心理学の三大巨頭と呼ばれるアルフレッド・アドラーの思想を伝える本で、世界で1000万部を超えた超ベストセラーです。主題はどうすれば人は幸せになれるか。これに対し明確で具体的な答えと方法が提示されており、この本の結論で重要な内容になっています。本の結論である幸福の定義は、ズバリ貢献感である、そうアドラーは言っています。これだけを聞くとちょっと何言ってるかわかんない、そうなっちゃいますよね。貢献感とは、自分が誰かの役に立っているという思い、主観的な感覚、つまり自分がそう思えれば実際に役立ったかどうかは関係ないということです。にわかに信じがたくピンとこないかもしれませんが、もし本当ならシンプルで簡単そうなので、すぐにでも幸せゲッツできそうです。この動画ではアドラーの言う不幸と幸福を知り、なぜ貢献感イコール幸福かを理解し、次に全体の内容を知り、どうすれば貢献感を得られるかをお伝えします。では本題に移っていきましょう。それではまず不幸と幸福についてです。不幸については、災害、疫病、戦争など個人の力で避けられない出来事を除いて考えてみます。アドラーは自分を好きになれないこと、つまり自分に価値がないと感じること、これが人にとっての最大の不幸だと言っています。一番いけないのは自分なんかダメだと思い込むことだよ。のび太がドラえもんに言った有名な名言もありますし、理解しにくい話ではありません。不幸が自分に価値がないと感じることであるなら、当然不幸の逆は自分に価値があると感じることです。自分に価値があると感じることができれば、自分はここにいてもいい、自分には居場所があると感じることができます。自分の価値と自分の居場所、この2つが揃った時に人は幸せを感じ、幸福な状態になります。では、自分に価値を感じるために必要なことは何でしょう？それはシンプルに他者に役立つ働きかけをすることでしょう。そうすることで誰かの役に立ったと思うことができます。役に立っていると思えれば、自分に価値を感じることができます。こう思えることで、例えば家族や学校、会社や地域など、自分の居場所にとって有益だとも思うことができます。この本では、他者への働きかけを他者貢献と呼び、これにより貢献感が持てれば幸福になれる。よって貢献感を幸福の定義としています。この簡単なロジックのため、アドラーは世界はシンプルであり、人生もまた同じであると言っています。しかし同時に簡単ではなく難しいとも主張しています。なぜなら、心に余裕がない、喜んでくれるか心配、迷惑にならないか不安、偽善に思えるなど、心理面のハードル、つまり主観が問題を複雑化し、難しくするからです。これでやっと幸せに向かう道筋と、何の問題を取り除けば幸福になれるのかがはっきりしました。次は嫌われる勇気、幸せになる勇気の全体を体系的に理解し、貢献感を得られる方法や生き方が何なのかを見ていきます。今回は各内容の関係性やつながりを重視しているので、一つ一つの内容について詳細な説明は簡略化しています。それでは見ていきましょう。先ほどお伝えした貢献から貢献感、そして幸福へとつながるシンプルなロジックを起点に考えていきます。まず他者への貢献に至るために必要なことは、他者への関心、他者への信頼、自分の心の豊かさと余裕です。この3つが揃うことで不自由なく他者への貢献ができるようになります。今はまだ全ての道が塞がった状態と考え、一つずつ見ていきましょう。なお、ここからは自分から自分に向けられた内容は青字、自分から他者に向けられた内容は緑色で表します。まずは他者への関心。このためには自己への執着から逃れる自己中心性からの脱却、つまり自立が必要です。自立に最も重要なことは、自分の価値判断を他者に委ねず自分で行うこと、つまり承認欲求の否定です。これを可能にするのは嫌われる勇気です。相手の価値判断に合わせなければ嫌われてしまうのではないかという不安に立ち向かう勇気が必要なのです。また、自立には今の自分にできること、できないことを見極め、肯定的に諦めることも必要です。そうすることで相手からの評価も気にならなくなるでしょう。肯定的な諦めを可能にするのは、ありのままの自分を受け入れる自己受容です。そのためには、自分は特別な存在じゃない、そうある必要もない、普通でいいんだという普通であることの勇気が必要です。
そして真の自立には自分を一人としての私ではなく、愛する人と二人としての私たちと考えられることも重要です。そのためには愛する勇気、つまり幸せになる勇気が必要です。これで他者への関心が持てるようになります。愛と自立について有名な言葉 One for all, all for one で考えてみます。一人はみんなのために、みんなは一つの目的のために。この精神では共通の目的に向かうことで自分と仲間が一体となります。この時人は自己中心性から脱却、つまり自立した状態になっています。これと同じことが日常生活でもできる代表的な例が愛による自立です。共通の目的が何でもない日々の平凡な幸せだからこそ自然な状態で達成できる自立なのだと思います。これで他者への関心がクリアできたとして、次は他者信頼に進みます。大事なことなので先に私個人の意見をお伝えします。他者信頼において信じるのは相手の心です。どんなに優れた人でも間違いも失敗もするので、相手の能力を信じてはいけません。明らかに常識的ではない信用も NG です。特に金銭的なトラブルには十分な注意が必要です。では話を戻します。他者信頼とは無条件で相手を信じることです。相手を信頼するためには上下関係がない対等な横の関係が必要です。そして横の関係を築くには相手を尊敬せねばなりません。ここで言う尊敬とは、人間の姿をありのままに見て、その人が唯一無二の存在であることを知る能力です。相手を尊敬するためには当然相手へ関心を寄せる必要もあります。他者への関心は先ほどお話しした内容です。また他者信頼には裏切りを恐れないことも必要です。相手が信頼に応えてくれないことと考えればいいです。このためには相手がどう答えるかは自分にはどうにもできないことと肯定的に諦めなければなりません。そして先ほどお話しした通り、できないことを受け入れる自己需要と普通であることの勇気が必要になります。他者信頼の注意点にも触れておきます。当然のことですが、いつでも誰とでも信頼関係を築こうとすることも、リスクの高い状況で無条件に信じる必要もありません。関係を良くしたいとは思えない人との関係であれば、そのままでも離れてしまっても良いと思います。自分に敵意を向けられているなど明らかな実害があれば、関係を断ち切ってしまっても良いかもしれません。次は自分の心の豊かさと余裕です。人を愛すること、そして普通でありのままの自分を受け入れることで、心は豊かになり余裕も生まれます。また、向上したい、理想を目指したいと願い行動する優越性の追求をしていけば、さらに心は豊かになるでしょう。他者貢献につながる3つの塞がった道を開通することができました。では最後に塞がっている貢献から貢献感へつながる道を見ていきましょう。まずは貢献につながるアクションをしている感覚が必要です。次は貢献できているかどうかわからないことが引っかかってしまう気持ちを解消するため、課題の分離が必要になります。貢献できたかどうかは、たとえ相手の言葉をもってしても、本当はどうなのか自分にはわからないので、判断は相手に任せる、相手の課題だと考えてしまいます。課題を分離する場面では、相手の評価や承認に縛られてはならないので、承認欲求を否定せねばなりません。そのためには、相手に嫌われたくないという気持ちに立ち向かうため、嫌われる勇気を持たねばなりません。また、ありのままの普通な自分を受け入れて、できること、できないことを見極めることができれば、課題の分離がしにくくなる気持ちは小さくなるでしょう。自分にできるのはこんなもんです。それでいいんです。十分です。そう考えられるようになるはずです。これで全て開通し、幸福への道がつながりました。今までの内容がどうつながっているのか見てみましょう。もともとはこのようにシンプルに見えていましたが、心理面のことを考慮するとかなり複雑であることが分かりました。なお、補足ですが、本に書かれている共同体感覚は主に緑色の字の範囲でしょう。そして、人は変われるという原因論、決定論の否定は全体を指します。ほぼ全てが考え方や生き方の問題なので、自分で変えられるという主張です。では最後に、私オリジナルの幸福の定義とメッセージをお伝えします。オリジナルの幸福の定義はズバリ、不自由なき貢献感です。どうでしょう？個人的には気に入っています。ここに書かれた内容が正しくても間違っていても、とにかく不自由なき貢献感、
つまり自分の価値と居場所を自然な状態で感じられるようになることで、幸せな人生に向けて大きく一歩前進できるはずです。そもそも誰でも普段の生活をするだけで世の中に貢献できています。あなたがいてくれるだけで嬉しく思ってくれる人もいるでしょう。お金を使ったり働いたりすれば、企業や経済、サービスなど様々な発展につながります。だからもっと貢献感を感じることができれば、少なくとも今よりもきっと幸せになれるはずです。勇気を持ち、幸せを目指して共に、今、ここを大切に生きていきましょう。以上です。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、グッドボタン、コメント、お待ちしております。嫌われる勇気、幸せになる勇気の別動画も作成しますので、今後ともよろしくお願いします。以上です。